220。お酒。お酒。可愛いですね今日も。可愛いですか。ありがとうございます。でもよく言い合うじゃん私たち。ねちょっと今日可愛いって言ってみたいな。可愛いよ。可愛い。これがあったから仲良くなったこと。いつの間にかやったもんな。私はリオを新幹線で見た時にまず可愛いと思って。ニジプロの韓国合宿行く前にさ、TWICEさんのライブをさ、見に行かせていただいたじゃん。その時にさうちらさ喋ったこともないのに2人でさ1時間くらいさ情報だっけ情ホールずっとこうやって喋って歩いてたよねあの時。しかも泊まればいいのにさ、なんか1時間ぐらいずっと歩いてた。そうずっと喋ってて。でもなんか特になんか話に困ることもなく話せたからあすごいなって思った。今考えたらな、だってそんなになんかめっちゃ趣味が合うとかでもないしさ、なんか特定に何か2人が好きなものも特になかったじゃん。でもあんまさ東京合宿の時はちょっと喋ったくらいやったよな。ほんまに全然喋ってない。だってまゆかも同じチームじゃないしな。あー確かに。でも韓国合宿の時になんかめっちゃ2人でボーカルルーム使ってもうこれどうしようなんかオーディション中がもう本当にきつすぎてっていうかまあ大変だったじゃん。そうだから2人でさノートにさ日本に帰ったらやりたいこととかさめっちゃ書いてた。もう多分今見たらびっくりすると思う。でもこの前見たけど、ほぼ達成できてたよりは。ほんまに？もうそんな簡単に達成できるようなことばっか書いてたから。確かにコンビニ行きたいとか。そうコンビニ行きたいとかなんかどこどこに何々と行きたいとか、なんかテレビ番組に出たいとかなんかもう本当にそのなんか書いてたから。デビューしてとか。懐かし森をその記憶が一番強い。今何番部屋いる？行っていい？で開けて。もう無理やだけどさ意外と韓国合宿の時からずっとなんかさあったよね普通になんか。なんなら韓国合宿のその練習中誰と一緒にいたって言われて多分リオや。リオまゆかとずっとなんか一緒にボーカルルームで確かに練習しながら今後について喋ってる時間が多かったイメージ。懐かしいな。結構深い仲ですよね。部屋一緒やってんや一番最初が。そうだ日本の宿舎でやんな。あれやもう携帯見返したらさリオのベッドの上でコンビニのさロールケーキをなんか味がそんなに美味しくなかったんか分からへんねんけど、じゃんけんして負けた方が食べるっていう動画がこの前出てきて。懐かしい待って覚えてる。なんかいつ何があったからとかじゃなくて自然の流れで一緒にいる時間が増えて、まあ当初よりかはめっちゃ仲良くなったっていう感じだね。まゆかのイメージ猫マイペースと真面目。その3つ。確かに一番はリオはまず東京バナナと水色とあと水色って感じする？だって物がさ確かにでも意外と黄色いスリッパも入ってる。みんな転んじゃうやつね。ほんまにスリッパあれ捨てたやんな。捨てた。マジで書いてよかったと思う。韓国はまだ使ってるやんな。でもほんまにあれ結構危ないんよ。なんでだろうねあれ。なんで？でもめっちゃ目立つからさあそこにあるっていう認識つくじゃんか。違うねん。なんかさマットあるやん。だからそこに乗ろうと思って自分のスリッパ脱いで乗るんやけど絶対こけんねん。でも日本でも韓国でもだよね。綾香もこの前こけてて。まあそろそろスリッパを変えようかなって。スリッパ問題。変え時かなと思ってますよ。ちゃんと転ばせないように頑張るんで。で私はスリッパのイメージ。あとファッション。ファッション、ありがとうございます。いやまあそこはねもうなんか次から次に買うからさね。また買った？でもそれはあなたのパーカーも一緒だからね。確かにパーカーだってね1個あるのに次々買っちゃう。だからそういうことなんですよ。ハマると1個しか。そうお互いそうハマるとそれしか使わないしそれしか買わないしそれしか食べない。そこマジで共通点だと思う。まあでも猫はさ言ってるやん。飼っ
ってるしね、そう飼ってるし、猫って言ってるし、ルキアも猫やし。確かに私もまあ犬3匹家いるし、まあキャラクターはリオだけど、リオ犬ってちょっとわかるかもしれない。どういうこと？犬っぽい。あ、リオ自体がってこと？なんか人懐っこいし、いい意味で誰にでもあーっていくから初対面の大人の方とかでもすっごい喋りかけに行くやんか、結構やからすごい周りから愛されるタイプやなっていうのをすごい。全然ですよ全然です。私はただ喋ることが好きだからとりあえず誰にでも喋りかけてしまうんだよね多分知らない人でも喋りかけちゃうからさ買い物行ったら店員さんと仲良くなってるからさ、なってしまう。なんか一緒にほんで喋ってねそうだね、でもそれに反対でまゆかは本当に猫っぽいよね、なんかそんなめっちゃさ人懐っこいって感じではないじゃん、割とちょっと一歩引いて、なんか状況をこうやって見てなんか何かちょっと自分も何かあったら「やー」っていくタイプじゃん。だしあなたはメンバーに対してもそう割とリオとかみたいにすぐに「やー」っていくんじゃなくて一回様子を見て、でそれでなんかちょっと自分が甘えたいなちょっとなんか喋りたいなってなったらふらっとみんなの前に現れて何かを一発残してまたどっか行くというか一発残してって一発なんかちょっと「まゆか何してんの?」っていうことを一発残してふらっとまたどっか行ってその辺の隅っこでなんか動画見てるもうマイペースなんやな多分。マイペースだしすごい世界観がすごい。ほんまに？もう今は私はもうこの時間っていうだけど今はメンバーといたいみたいなそのなんかこの自分との世界の切り替えがすごい。でもそういうとこマジ猫っぽいんじゃない？猫の習性知らないんだけどさそうでもね実家にもいるもんね猫ちゃん。そう会いたいね。いつか会いたいねマリオと。会いに来てよマリオくん。マリオくんマリコちゃんマリタくん会いに来て。あと誰だっけ？ルキアじゃなくてティアラミランとベル。そうだミランとベルちゃん。でもね逃げるかもしれん。意外ともう人見知りなんよ。人見知りなんや。もううちの犬なんてそんなんよ。犬ねいいよね。超人懐っこい。もうすぐ誰のとこでベーって可愛い。じゃあ行くわ。お邪魔させてもらうわ名古屋。いつか来れたらいいね。全員の実家行きたいな。行きたい。まゆかが何かの撮影の時、なんかの撮影の時かインタビューの時に言ってたんだけど、なんか意外とリオがメンバーみんなによしよしするのが好きで、なんかたまにまゆかにもよしよししてくれて、なんかそれが嬉しいって言った時ギャップ萌えすぎて死ぬかと思ったリオと「えそんなこと言うのまゆか」と思って世界的なびっくりの仰天だった。確かにそういうキャラじゃないもんな。リオほんまにやってくれるやん。なんか今日可愛いとか言って、それがありがとうと。リオのギャップはダンスって言ったらあれやねんけど、なんか最初はダンスのイメージやってんけど、もはや最近がそのさ一緒に住んでたらさいろいろ性格とかを知ってくるわけやんか。だからその家でのはっちゃけ具合を見てるとあんなダンスをする人やと思えそういうことね。いい意味で。だからダンスをそのベンベンの練習動画を見た時に、すごいめっちゃ褒めてくれたもんね。もうほんまにあれ大好きやねん。ほんまに嬉しいです。もうソロが一番かっこいい。ありがとうございます。ほんまにそんでさリオもリオでさそのダンスについてめっちゃ悩んだりしてたやんか。そうだからそう言ってくれたじゃん。なんかほんまにリオのダンスほんまに好きやでみたいなめっちゃ言ってくれたじゃん。本当にだから自信持ってみたいな、そうあれ言ってくれてめっちゃなんかリオもすごいちょっと頑張っていこうってめっちゃ思えた。お互いに学びたいことでもその喋り方喋りがうまいねんリオって。だからすごいさ人が聞いててうんうんってなる喋り方をするなってすごい思うねん。あリオが喋っててってこと？聞きやすいし本当になんていうのリアクションもでかいやん結構。でかい。だからすごいいいなと思って自分があんまないタイプやから。いつも言ってるよね、まゆかなんか私はみたいな、ちょっとリアクションできひんからほんまごめんとかなんか事前に言ってくるから全然いいよとか言って
一応楽しんではいいんだよ、全然心の中で。やけどすごいいいなと思って。ありがとう。まゆかから学びたいのはラップ。ラップでとりあえず「テイクイット」を見てかっこよすぎて私もいつかコンテンツでなんかラップやりたいなって思ったの。やってほしい。やりたいなって思って、でプラス自分はダンスも好きだから、なんかダンスとかと一緒になんかまゆかとかリマとかの後ろで踊れたらいいなとも思ったし、だからそうやってめっちゃやりたいってすごくめっちゃ頭に浮かんだからなんか。そういうのをいつか教えてもらいたいなってお互いに学びたい。そのリマにもだしまゆかからもだしね。確かにいつか。じゃあ反対にしてリオラップでダンス後ろでリマと踊っとくわ。今までしてきた舞台の中でお互いが好きな舞台2個あるな。ニジプロの時の最終審査の「ブンブンブン」のまゆかとやっぱ「テイクイット」のまゆかかな。両方ポニーテールです。そうポニーテールのまゆか大好きなの私。ポニーテールで前髪がパツってなってるまゆかがちょっと重めのパツってなってるまゆかがもっと好き。ありがとう。本当に好き。テイクイットはまあさっきからずっと喋ってるけど「ブンブンブン」は全てが合ってたまゆかに。ほんまになんか服装も合ってたし、なんかめっちゃ肩綺麗な肩出してポニーテールしてなんかすごいチャーブンなんかズボンチマみたいなの履いて「メキフィラ」のこのポーズのとこのこのなんかこの時のまゆかあれもう私ドタイプすぎてほんまにあの時からもうまゆかはの中でのトップナンバーワンだった。ありがとう。テイクイットが一番キラキラしてるけどもちろん楽しかったやわ。似合ってためっちゃ曲調もだし振り付けの感じも。ありがとう。私リオはもうずーっと言ってるけどまず1個スイングベイビー。言ってるよね。あれもうほんまに可愛いのスイングベイビーちょっと書き上げてたよ。あれが好き。当日から言ってくれてたよね。当日ずっと今日のリオほんまにドタイプすぎるって言ってた。で結構それを何回か言ってるの。しかもなんかスンニャもさ黒やったけどさ、スイングベイビー真っ白やん。真っ白に黒の髪色だった。でちょっとさリップ。かっこいいリップね。可愛い。ありがとうございます。あの時マジファンやったもん。ファンになってたもん。可愛い。ありがたかったこと。ほんまありすぎてさ、その一個一個記憶してないよな。なんか日常的にからさあるよね。ありがとうってのもあるし、すごくなんかツアーの時とか結構一番みんな悩む時期だったじゃん。初めてのツアーだったし、初めてのユニットだったしとかいろいろな初めてがあったから悩んだことが多かった時になんかすごいお互いそうだったと思うけど、なんかあるじゃん。なんか自分がちょっと落ち込んでる時はちょっとこうしてくれるとありがたいっていうさ、それぞれのさ意思があるわけじゃん。割となんか構ってもらいたい子もいればちょっとそっとしていておいてもらいたいとかもあるじゃん。でそれをなんかすごく私は難しくて、なんかちょっと声もかけてほしいけどそっておいしてほしい時もあって、その絶妙な励ましがまゆかが一番すごく利用的にはありがたいって感じることがある。よかった。そうなんかめっちゃ絶妙なの。本当になんか話したくて話してるわけじゃないけど、なんか自然となんかポロ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 話してしまう。だけどまゆかもなんかそれについてなんかアドバイスとかそういう感じでわけでもなく、なんかすごく自然に褒めてくれるし、大丈夫だよって言ってくれるし、他の方が言ってた意見とかも言ってくれたりするし、なんか実はこう思ってたんだよねっていうなんかその一番すごくなんかこうなんだよねっていうことを伝えて自然に伝えてくれたりした時は結構本当に救われた。ほんま、よかった。あれは私はそれで言うとTake It でもうほんまに鏡で練習してる時にできなすぎて結構泣きそうやったの、その日が。でバスの中でなんかリマもそうやって多分。でバスの後ろで2人して泣いてたよね。そう2人してめっちゃ泣いてて、でまこちゃん真ん中にいて、でまこちゃんに抱きついて2人してこうなって、じゃあみんなにバレへんようにもう2人してこうやって泣いててで家帰って
でもリマともこちゃんと宿舎違うからさ、でこういた時にリオがなんかどうしたんみたいな言ってくれた時にもうダーって言ったよなあの時。すごいなんか笑い泣きしながらなんかもうほんまに無理やーっつってなんか倒れ込んでってた記憶がある。なんか自分から言いにくかったからあの時はそのどうしたんって。でもバスの中でワンチャン2人泣いてるかなって察知してたからそうなんかそういうのなんか変に察知しちゃうからそうそれでなんかなんかちょっとあったんかなって思って、いやでもめっちゃ助かった。だから本当にそのあたりだよね、一番なんか最近の出来事とかで言うと。そうなんよ。でもほんまになんかそういう系とかもやし、まあ普通に日常的にありがとうみたいなのもめっちゃある。めっちゃある。だから久しぶりにね、久しぶりに話せてよかったです。はい。ありがとうございます。そのままのまゆちゃんで言ってください。はい、そのままのリオちゃんで。じゃあ私行きますね。はい。はい。ワンちゃんは持ってくの？当たり前や。マリオなんかちょっと不機嫌じゃねこの子。ちょっと機嫌悪い。ちょっとじゃあ機嫌直して行ってくるな。バイバイ。気をつけて。